今日は米粉マフィンを作りました。こんにちは。お気楽カフェキッチンのなおです。このチャンネルでは米粉のお料理やスイーツ、カフェメニューや健康美に寄せたレシピ、そして役立つ情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。はい。ということで今回は米粉マフィンを作っていきます。米粉がメインなんですけど、そこにアーモンドプードルを加えることで、ふわふわのとっても香ばしい米粉マフィンを作ることができますので、ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それでは、クッキングスタート！では、材料の紹介をしていきます。今回使う型、こちらになります。ここに、グラシン紙は9号サイズのものをここに乗せていきます。だいたいこれ9個穴あるんですけど、今回作る量としてはだいたい6個から7個分焼けるかなという感じです。量を調整したら9個焼けるかなという感じです。では、材料の紹介です。まず卵、こちら M サイズを2つ。そしてお砂糖、今回も無漂白の白の天才糖を使っています。80g です。そして米油ですね。40g。そしてこちら豆乳です。今回乳製品不使用のものになります。50cc。そして米粉 120g。そしてアーモンドパウダー 50g。そしてこちらベーキングパウダーが 4g です。はい、材料は以上になります。では、クッキングの方を開始していきます。はい。では、クッキングの方開始していきます。まずね、今回も材料をどんどん混ぜて焼くだけで簡単にできるレシピになっています。なので、先にオーブンを予熱していきます。オーブンは170度に予熱。もうこの時点で開始していきましょう。では、この型の方に先にこのグラシン紙の方を敷いていきます。このグラシン紙なんですけど、ちょっとね、ご質問があったりとかしたんですけど、普通のスーパーとかにはバレンタインとかイベントの時期でないとあんまり販売してないかなと思うので、ネットとかで買っていただくと簡単に手に入るかなっていう感じです。だいたい6個から7個なので、一応7個分引いておきます。あとはね、量とかそのマフィンの大きさはお好みでっていう感じなんですけど、しっかりと膨らむモコモコっとしたマフィンを作るっていう場合は、だいたい6個から7個っていう感じです。ではこれはもう横に置いておきます。ではこのボウルの方に卵を割ってほぐしていきます。卵はね、油も入れるのでしっかりほぐしていきましょう。はい、そこに米油を 40g 一気に入れます。そしてしっかり混ぜていきましょう。で卵は冷蔵庫から出したてよりも少し時間を置いてできるだけ常温に近づけておいた方がいいのかなという感じです。しっかりね、米油と混ぜ合わせて乳化させたいので、はい、しっかり混ぜたらここにお砂糖を一気に入れます。で、今回プレーンのマフィンでそのままでも美味しく食べれるように少し甘めにしているんですが、もしジャムとかかけて召し上がったりする場合は少し甘さ控えめにしても大丈夫です。甘さ控えめがっていう場合は少なめに調整してやってください。で、そこに豆乳を加えます。はい、今回乳製品を使っていないでもふわふわのマフィンができるレシピです。はい、もうここまで混ぜたらあとは粉類を入れて合わせていく感じです。米粉入れます。米粉なので振る必要もないです。はい、でアーモンドプードル、そしてベーキングパウダー。これ 4g の小包装になっているものなのでとても便利です。だいたい 100g ぐらいに対して 4g ぐらいのベーキングパウダーを入れるのがちょうどいい分量かなっていう感じです。はい、では優しく最初は混ぜていきます。もうこれで生地は完成ですよ。あっという間でしょう。粉がね、しっかりと生地の中に馴染んだらしっかりめに混ぜていきます。はい、これで生地は完成です。あっという間。ではこの型の中に流していきます。流し入れてもいいんですけど、こぼれるのでスプーンで最初はちょっとずつ入れていきますね。だいたい同じ分量ずつ、だいたい均等になるように。はい、では生地を入れ終わったので、ちょっとね、1回だけポーンと落として焼いていきます。ではオーブン皿の上に置いて、焼き時間なんですけど、だいたい25分ぐらい。はい、では25分焼いていきます。はい、いってらっしゃい。焼き上がりが楽しみです。はい、
もうすぐ焼き上がります。3、2、1、ピー、焼き上がりました。おー、いい感じ。はーい、米粉のマフィン焼き上がりました。こんな感じ。香ばしい。やっぱりアーモンドプードルが入ってるから、そのアーモンドのいい香りがしてきます。で、これはこのまま冷ますよりも乾燥するので、乾燥すると表面がどうしても硬くなってしまうので、このマフィンに関してのコツは、冷ます時にビニールか何かの中に入れて冷ますことで、表面もしっとりふわふわのものが出来上がります。私はこういうのがあるので、お皿に移してこの蓋をして、そして冷ましていきたいと思います。ただね、焼きたてほやほやの場合はもうめっちゃ熱いし、触るとやけどするので、ちょっと落ち着いてからで大丈夫です。はい、ここの鉄板触れるぐらいになったので、手でもう取ってお皿にのせて、しっかり冷めるまで乾燥を防ぎながら冷ましていきたいと思います。冷めてから実食していきます。いい香り。はい、こういうのがない方はもうビニール袋に入れて冷ましてもらっても大丈夫です。ということで、米粉マフィンの完成です。では、米粉マフィン実食していきたいと思います。これもふわ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 なんです。美味しそうだ。では、いただきます。香ばしいお米の甘さとアーモンドプードルの香ばしい感じが口の中でしっかり合わさってて、でこれ後味がなんかこう旨味っていうんですかね、がずっと口の中に残ってるから、なくなった後もなんか余韻で美味しいってなる感じがまた私は大好きなんです。美味しい。はい、今回の米粉マフィンのポイントなんですけど、米粉で作るよりもアーモンドプードルを混ぜたらすごくふっくらして、そして豆乳を入れてもますますふっくら柔らかく仕上がるっていうところなので、米粉だけで作ってもらってもいいかなと思うんですけど、多分食感はだいぶ変わってくるかなっていうところ。あとは焼き上がった時に、冷ます時ですね。冷ます時に乾燥しないように袋に入れて冷ますっていうのが、食べた時のしっとり感とふわふわ感を出すポイントかなと思います。ということで今日は米粉マフィンを作りました。このチャンネルでは他にもたくさん動画を配信しています。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram などで日々の活動をいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンの方もお願いいたします。それでは今日はこの辺で終わりです。次回の動画もお楽しみに。またねー。バイバーイ。